こんにちはなのだ。こんにちは。今回もファミコンの構造の続きを説明してくのだ。前回の続きから CPU の説明で命令セットを説明するのだ。お願いします。命令セットの説明に入る前に6502でのプログラムのイメージをつかんでほしい。イメージを持つのは大切ですわね。これまでの説明でも触れてきたが、6502のプログラムはバイト列、機械語とアセンブリ表記、人が理解できる命令が1対1で対応しており、 CPU は機械語だけを読み取って動作している。なるほど。左側の BD34、12はメモリに並ぶ生のバイト列であり、右側の LDA は CPU が文字列を理解しているわけではない。 BD はオペコードと呼び、それが LDA 命令のアブソリュートインデックス X だと判断し、続く2バイトオペランドをアドレスとして解釈しているのだ。機械語を順番に見ているのですね。 Java や C などの高級言語は人が読み書きしやすいように設計された抽象度の高い言語であるが、機械語にはそのような概念は一切ないのだ。と言いますと？現代のコンパイラやJIT、和コードな最適化により効率よく機械語へ変換してくれるが、ファミコン時代のコンパイラはまだ発展途上で無駄の多い機械語になってしまうため、当時のプログラマはアセンブリ言語で直接プログラムしていたのだ。覚えることは少なくて済みそうですわね。アセンブリ言語ではこのような複雑な命令は記述できないため、次のようなイメージで分割してプログラムしなければならない。なんとなくアセンブリ言語でのプログラムのイメージをつかめただろうか。人がコンパイラの役目をするんですね。では命令セットを説明していくのだ。命令セットは次のように非常に基本的な操作に分類される。 C# などにある宣言とかループとかよく見る命令はないのですわね。ループなどはコンパイラがここに挙げた基本的な命令を使ってうまくやってくれているのだ。まずはデータ転送命令から説明する。6502の命令セットの中でも最も基本的で頻繁に使用されるのがデータ転送命令である。この命令はメモリとレジスタ間またはレジスタ同士の間で値の受け渡しを行うため、全ての処理の土台となるのだ。データ転送命令は3つの種類で構成される。1つ目はメモリからレジスタにデータを格納する命令。2つ目はその逆でレジスタからメモリにデータを保存する命令。3つ目はレジスタからレジスタにデータを転送する命令である。なるほどですわ。まずはメモリからレジスタにデータを格納する命令だが、X、Y レジスタに対する3種類がある。名称の先頭にある LD、和読み出し、ロードの略である。最もよく使われる命令ですわね。A レジスタは算術演算や論理演算の中心として働く唯一の汎用レジスタであるため、 LDA 命令は多くのアドレッシングモードをサポートしているのだ。そしてそれぞれが個別の命令として扱われる。その違いはオペコードで示されるのだ。確かに多いですわね。0ページインデックス X があるのに0ページインデックス Y がないのは注意なのだ。なおアセンブリ表記でのプログラム例はこんな感じ。 LDX 命令では X レジスタを使用するアドレッシングモードがないことがポイントである。 LDY 命令は LDX 命令と同じような感じであり、 Y レジスタを使用するアドレッシングモードがないことがポイントである。インデックスレジスタは配列処理やループカウンター、アドレス計算などで頻繁に使用されるのですわね。 LDK の命令については読み込まれた値に応じて N、G フラグが更新される。他のフラグは変化しない点は算術演算で説明するが重要なことなのだ。ふむふむ。次にレジスタからメモリにデータを格納する命令だが、データの流れる方向が異なるだけで先ほどの LDK の命令と似たような仕様である。名称の先頭にある ST は格納、ストアの略である。これらもよく使われますわね。 STA 命令は LDA 命令からイミディエイトがない程度の違いしかなく、アセンブリ表記もほぼ同じなのだ。対して STX 命令と STY 命令のアドレッシングモードはかなり制限されているのだ。1ページに収まりましたわね。
STK の命令についてはフラグは更新されない。次にレジスタからレジスタにデータを転送する命令だが X、Y レジスタに加え S レジスタも対象になる。名称の先頭にある T、転送、トランスファーの略である。 TK の命令のアドレッシングモードはインプライドのみなので覚えるのは簡単なのだ。 TK の命令のうち S レジスタが絡まない命令については転送した値に応じて G フラグが更新される。これで終わりですの。これだけなのだ。6502のデータ転送命令はとても地味なのだ。でも CPU の仕事の大半は実はこれなのですわよね。データ転送を制するものが6502を制するのだ。次に算術演算命令の説明をする。算術演算命令はこの8命令になる。 ADC 命令は A レジスタとアドレッシングモードで指定したメモリと C フラグを加算し結果を A レジスタに格納する命令である。なぜ C フラグも加算しているのですか？そこがこの命令の面白いところで桁上がりを考慮しているのだ。 ADC 命令は1バイトと1バイトの加算しかできないので2バイトの値を加算する場合は上位バイトと下位バイトを分けて演算する方法を取ることになる。例えば 1234+56E0 の計算をする場合 C フラグを0にしてから下くらい1バイトの 34+E0+C フラグを実行する。結果は114となり桁上がりが発生したので C フラグは1となる。次に上位の 12+56+C フラグを実行するのだが C フラグは桁上がりのプラス1となり結果は69になる。上位と下位を合わせれば結果は6914になる。なるほど。最初の演算では桁上がりはまだ発生していないので C フラグを0にしてから演算しているのですね。一つの加算命令で桁上がりも計算してしまう点がとてもよく考えてあり面白いのだ。 ADC はアドウィズキャリーの略で名前からも C フラグを重要視していることがわかるのだ。 ADC 命令は演算結果に応じて G、V、C フラグが更新される。演算なので桁上がりなどチェックすることが多いのですね。なお本命令で使用できるアドレッシングモードは LDA 命令と同じ組み合わせとなる。次に SBC 命令は A レジスタからアドレッシングモードで指定したメモリと C フラグを反転したものを減算しその結果を A レジスタに格納する命令である。 C フラグを反転させているのはなぜですの？加算では桁上がりなのでプラス1とするのだが減算では桁下がりなのでマイナス1とするため1を反転しマイナス1にしているのだ。なるほど。 SBC はサブトラクト with ボローの略である。 SBC 命令も演算結果に応じて G、V、C フラグが更新される。なお本命令で使用できるアドレッシングモードは ADC 命令と同じ組み合わせとなる。次の算術演算命令だがアドレッシングモードで指定したアドレスの1バイトと X レジスタ、Y レジスタをプラス1またはマイナス1にする命令である。明らかにカウンタに使ってねと言っていますわね。狙い撃ちなのだ。この命令文については演算結果に応じて N、G フラグが更新される。なおインク命令と DEC 命令はアドレッシングモードで更新するアドレスを指定するのだ。算術命令はこれで終わりで数が少ないのだ。でも足りない感じはしないわね。全部キャリーとフラグでつながっており1命令で完結しないのが6502の算術なのだ。前後の状態まで含めて計算なので次に論理演算命令の説明をするのだ。論理演算命令は A レジスタとアドレッシングモードで指定したメモリの値を AND、OR、EOR しその結果を A レジスタに格納する命令である。本命令で使用できるアドレッシングモードは LDA 命令と同じ組み合わせとなる。 OR 命令と EOR 命令も同様のアドレッシングモードを持つ。 OR は2文字なのでこの命令だけ A をつけて ORA として3文字にしているのが可愛いですわね。論理演算命令については演算結果に応じて N、G フラグが更新される。論理演算で符号を示す N フラグを見ることがあるのですか？
ここでは符号という意味ではなく最上位ビットを見たいという理由なのだ。当時はデータの最上位ビットに符号以外の特別な意味を持たせることが多かったから特別に見えるようにしたのだ。なるほど。今回はここまでとするのだ。次回も命令セットの説明をしていく。了解です。それでは今日はここまで。ではバイバイ。バイバイ。